こんにちは、たくみです。今日は僕がなんで三味線の職人になったのか、なんで職人を目指すようになったのかっていうようなことを話していきたいなと思うんですけど、っていうのも先週ですね、東京の切手っていう建物で工芸ラバーズっていうイベントがあったんですね。で、そのイベントはいろんな職人が集まって、工芸品を販売したりとか、あと体験のブースもあって、そこではいろんな工芸品を組み立てたりとか、自分で作ってみたりとかっていうような体験ができて、で、僕たちも、小さい小三味チントンっていう、簡易版の三味線を組み立ててもらって、で、その後、桜桜を演奏して、それを持って帰っていただくっていうような体験を、やっていたりしたんですけど、その中の一個のコーナーで、若手のトークショーっていうのがありました。そのトークショーに若手三味線職人っていうことで出させてもらって、それは司会の方との対話形式で話すようなものだったんですけど、そこではいろんな質問をしていただいて、例えば三味線っていうのがどんな楽器なのかっていうことだったりとか、あと今どんな工房でどんな作業をしているのかとかっていうようなことを聞いていただく中で、なんで三味線職人になったのかっていうことも結構聞いていただいて、でこの質問ってよく初めて会う方とかによく聞かれる質問でして、確かに普通の就職とは違うちょっと珍しい職業でもあるので、確かに気になるじゃないかなと思いますし、それで興味を持って聞いていただけるんですけど、なのでちょっと今回はポッドキャストでもそれを喋っていけたらなと思います。で、あと今回で5回目の収録なんですけど、今まで自己紹介をしていなかったなと思っていて、聞いてくださる方の中にはどんな人が喋ってるのかっていうこととか、誰が喋ってるだろうっていうようなことを分からずに聞いてる方もいるのかなと思うので、今回は自己紹介も兼ねてそういったことについて話していけたらなと思ってます。なんか工芸に関わってみたいっていう方とか、職人に興味があるっていう方にとってはもしかしたら参考になる部分もあるかもしれないので、よかったら最後まで聞いていただけたら嬉しいなと思います。で、今そうですね、三原式工科っていう葛飾にある工房で働いていて、今24歳の代なんですけど、大学を卒業してそのまんま今の工房に入ったので、今が2年目の年になります。で、もともとは三味線っていう楽器を触ったこともなければ、ちゃんと聞いたこともないぐらい三味線とは無縁の人だったんですけど、本当にそうですね。それで大学の途中までは全然職人になろうとかっていうことも考えていなくて、最終的に決めたのが大学の4年生ぐらいの時だったんですけど、それを決める
一番大きいきっかけになったのは、で、今の工房と、今河野さんっていう、親方の河野さんに会うきっかけになったのが、一個大きいのが、私が趣味でやってるカメラが大きいきっかけでした。カメラは、そうですね、高校の最後、部活を引退した後ぐらいから始めるようになって、いろいろ旅行に行くときに動画を撮ったりとか、写真を撮ったりして記録をしていく中で、どんどんハマっていったんですけど、それで、大学の途中で、アルバイトで結婚式のエンドロール、結婚式の最後に流れるエンドロールを撮影するアルバイト、仕事があって、途中からそれをやるようになったんですね。それすごい、今でもいい経験だったなと思っていて、人生に一回あるかないかっていう大きいイベントの、最後の締めくくりのエンドロールを撮影するっていうことで、すごいやりがいもありましたし、結構自分が撮った動画で感動してくれる人がいるっていうのはすごい良かった、いい経験だったんですけど、その中で、やっていくうちに自分で企画をして動画を作ってみたいなっていうふうに思うようになりまして、で何を撮ろうかなっていうふうに考えた時に、僕が小さい時から結構ものづくりっていうのが好きだったんですね。で子供の時、小さい時は家の中でずっとミサンガを作ってたりとか、段ボールでロボットを作ってみたり、あとは絵を描いたりとか、そういうことが好きな子供でして、でそういうこともあって、職人の手作業とかがすごいかっこいいなとずっと思ってたんですけど、なので自分でその映像を撮って編集して、発信をしてみたいなっていうふうにその時に思って、そっからそうですね、いろんな工房にメールを送ったり電話をしてみたりして、ほとんどのメールとかは返信も来なかったんですけど、その中で一番最初に撮影をしていただけることになったのが、葛飾区の白たわしの職人さんで、相良さんっていう兄弟でやってる方たちなんですけど、この方たち今でも交流があって、すごい気さくな方たちなんですけど、そこに連絡してた時に返信いただいて、ぜひ撮ってくださいっていうことだったんで、一番最初にそれ撮らせていただいて、でそっからその時に連絡をした時に対応していただいた方が古川さんっていう方がいるんですけど、その方がいろんな仕事でいろんな職人さんとのつながりがある方で、でそういう映像を撮ることを面白がってくれて、でいろんなそこから職人さんをその方に紹介していただきながら、この職人の動画っていうのを撮っていました。でその中の一個に今の三味線工房三元式とかを紹介していただいて、でそれが一番最初の出会いというかきっかけでした。で三味線ってすごい作るのが大変で、結構手作りだと1ヶ月ぐらいかかっちゃうので、さすがに撮影はできないよねっていうことで、撮影は
断られてしまったんですけど、ただ、せっかくだからっていうことで、いろいろ、三味線についてのことだったりとか、何を考えて仕事をしているのかとかっていうことを話していただいて、それが結構、なんか当時職人っていうと、やっぱり、なんか物静かで、自分の考えをしっかり持ってて、みたいな、そういうイメージがあったんですけど、この河野さんは結構柔軟な方で、いろいろ新しいことに挑戦していこうっていう方。で、そういう話を聞いて、それこそ今、作っているコジャミチントンって、業界的には結構、反対もされたみたいで、やっぱり本来の三味線ではない小さくて簡易版の三味線を作るっていうようなことを、それはなんでかっていうと、三味線を弾く人が減っていく中で、より多くの人に三味線を使ってほしいっていうことで、軽くて管理がしやすいようなものを作ったんですけど、そういったような話を聞く中で、伝統工芸の職人さんの中でもそういう考えを持っている人がいるんだなっていうことで、すごい、そこで興味が湧いたっていうのが一個、大きかったことです。で、もう一個大きい理由としては、この三味線を海外にもっと発信していきたいっていうようなこともおっしゃってて、で、ちょうど自分が大学で勉強してたのがポルトガル語と、英語、外国語の大学に行っていて、この英語とポルトガル語を勉強していたんですけど、これはそうですね、これのきっかけっていうのは、高校の時に大学を選ぶこと、進路を選ぶ時に、その時は特にこれと言ってやりたいこともなくて、ずっと中高野球しかやってこなかったので、何をしたいっていうのはなかったんですけど、高校の時の英語の先生の授業がすごい楽しくて、当時英語にハマって、最後の方英検に行ったりとかして、すごい英語勉強してたので、英語まず一個やりたいなっていうのがあったのと、あと僕のお父さんが日系のブラジル人で、ブラジルで生まれて日本に来た人なんですけど、ただに家では日本語を喋ってたので、ポルトガル語私は喋れなかったんですけど、そういう自分のルーツがある言葉っていうことで、この英語とポルトガル語を勉強できる大学に行こうと思って行ったんですけど、そういう勉強をしてたこともあって、三味線を海外に広めるとかっていうことだったり、それこそ工芸っていうのを海外に広めたりっていうことが、自分が動画を作るのが好きだったり、写真を撮るのが好きだったのと、外国語を勉強してたっていうことと、あとはこのものづくりっていうのが好きだったっていうことが、いろいろ重なって、すごい自分に向いてるんじゃないかっていうふうに、思ったんですね。で、それからちょっとずつ、面白そうだなっていうことで興味を持つようになって、で、大学の4年生ぐらいになって、大学の授業がだんだん減ってくるんで、大学がない日に工房に行っ
てなんか作るのを手伝ったりとか、イベントに行ってみたりとか、そういうことをしていって、で結局1年ぐらいそれやってすごい楽しかったんで、これはこのまま続けたいなっていうふうに思ったので、それで結局そのまんま大学卒業して今の工房に入ることになりました。でっていうのが三味線の工房に入ることになったきっかけだったり、職人を目指したきっかけで、本当にずっと職人になりたいっていうふうに思ってたわけでもないですし、三味線にも触れたことがなかったんですけど、いろんな出会いとかタイミングがあって、たまたまこの道に進むことになりました。っていうことで、今働いてるんですけど、ちょっと今日の回ではここまでにしようかなと思っていて、次回は職人に実際になってみて、どうですかっていうことを今度は話していけたらなと思ってます。なので、もし興味がある方はまた次回も聞いていただけたら嬉しいです。で、今日はここまでなので、もしよろしければ番組のフォローと、あといいねボタンと、あとコメントもいただけると大変励みになりますので、よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。